本のお悩みを解決しようというわけで三宅佳穂です。今日はですね、本にまつわるあらゆるお悩みに解決したいという欲望が私にはありますのでやっぱね、皆さん読む時にいろいろ悩みがあると思うんですよ。でもなかなかその悩みってね、どこで解決すればいいのさって感じだと思うので、ちょっと今日はですね、まずは手始めに担当編集の吉田さんが最近本に関して読書に関してお悩みがあると聞いたので、ちょっとそれを聞いていきたいと思います。なんか最近でもないんですけど、ずっとの悩みで、長いシリーズの小説とかが全然読めないんですよ。おー。だから例えば、司馬遼太郎さん、三宅さんすごいお好きで、本の中にも出てきて、じゃあなぜ旗で出てきたし読んでみるかって思ってみたら、まだ先長えなって思って、そっから本開かなくなっちゃって。わかります。ありますよ。あとなんかあと、失われた時を求めてとか、プルースト。プルーストとか、代わりに読むみたいな文庫も友田トさんの本が出てるぐらい、どのタイミングであの長さの小説を読めばいいかとか、なんか全然わかんないっていうか、自分の中でハードルができてしまって、なんかそのシリーズものの小説が全然読めないんですけど、三宅さんとかってどう読んでるのかなっていうのをちょっとお聞きしたくて。はい、いやいい質問ですね。確かに例えば十二国旗小野文さんのとかシリーズとか、あるいはなんか例えば高戸丸子さんの特刊みたいなこうキャラクター系の小説で長いのとか、あるいは司馬遼太郎さんの坂の上の雲みたいな歴史系で長い小説とかね、あとその名作系だとなんだろう、岩窟王とか風と共に去りぬとか、ちょっとそういうこう戦争と平和とかなんか古典系の長いのもありますし、3巻以上の小説ってちょっととっつきづらいみたいなことありますよね。私は3パターンあると思っていて、はい、3ついきます。1つ目は結構テクニック的なことで、ひたすら脳内実写化しながら読むっていう。つまりここで大事なのはね、好きななんかキャラクターおよびそのなんていうんですか、好きな俳優の顔を当てはめるっていう、こう実写化に命をかけるっていうのが私は結構あって、なんでかっていうと、やっぱ長い小説に私は最も必要なのは萌えが必要だと思うんですよ。つまりそのキャラクターをちょっと好きになるというか、このキャラ好きだわとか、このキャラいいわって、なんかキャラへの萌えみたいなのがないと、私は結構長い小説で無理だと思っていて、そのね、私ね、うまくいった最たるものがやっぱハリーポッターだと思うんですよ。ハリーポッターシリーズってさ、キャラへの萌えじゃないですか、やっぱ。ハリーポッター読めました。だからそういうことか。やっぱさ、みんなシリウス・ブラックに燃えるわけじゃないですか。そこじゃないですか。いきなりそこなんだ。いや、ロンとハーマイオニーは結局どうなるんだよとか、セドリックとかね。そうなんです。セドリックとかなんだかんだその魔法がどうとか魔法への憧れとかホグワーツの設定がとか言いながら、みんなやっぱキャラが好きなわけじゃん、あれのっていうのがあると思っていて、やっぱ特に主人公を、主人公じゃなくても脇のキャラでもやっぱ好きなキャラが萌えができるっていうのが長い小説の最も重要なことだと思うんですよね。そういう意味で私はなんかこう、もちろんその読み進めてるうちに好きなキャラができたらいいんですけど、なんかそれがなかなかできないぜっていう時は、とにかく誰でもいいので一人でもなんか好きな俳優および好きななんかアニメのキャラとかでもいいんですけど、なんかそういう顔が思い浮かぶ人を一人でも見つけるっていうのが結構大事だと思いますね。それなるほど、腑に落ちましたね。なんかそれこそ山崎豊子さんとかって実写化作品多いからなんかとっつけやすい気がするの、そういうことなんですか。私なんか小説のキャラ萌え、なんかキャラへの好きだとかときめきみたいな感情って、なんとなく好きな俳優さんと系統が似てるとか、なんとなく好きな今までのキャラと系統が似てるとか、あるいはなんかこういう主人公好きとかがめっちゃあると思ってる。私風と共に去りぬ大好きなんですけど、主人公が好きなんですよ。で主人公がなんかこうかなりなんかね、自己肯定感が高い自信家の女みたいな、なんか主人公が私は結構好きなんですけど、そういう意味で風と共に去りぬは最高で、でもね、風と共に去りぬはなんか原作の小説だとそんなに顔が綺麗じゃないみたいな結構描写をされてる割に、映画版は女優さんが綺麗すぎてビビアン・リーが良すぎて、なんかその映画版のイメージと小説版のイメージ全然違って、で私は映画見てから、なんか昔映画見てから小説を大学生の時に読んで、小説めっちゃいいじゃんってなって、なんかそういう意味で読み進められたりしたので、なんかそういうこうある意味なんか映画とかにとらわれない自分だけのオリジナル実写化なんかキャラを作ると割とこう
なんかときめきが発生し、やっぱキャラが好きで読み進められるっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。あれですもんね、ハリー・ポッターとかもやっぱり原作読んでる人の優越感っていうか、ドヤ感って確かにあるんで、ありますよね。なんかそれが実写化がフリーになって自分の中での世界を作るからみたいなのあると思いますね。というわけで脳内実写化に命をかけようっていう、そしてキャラ萌えを生み出そうっていうか、好きなキャラを見つけようっていうのが1個目ですね。やっぱなんか推しが見つかるとね、やっぱアイドルも追いかけたくなります、なるのと一緒でね、推しが見つかると長い小説も読み進めたくなるっていうのは一つあると思います。でもう一つはですね、全然別の環境なんですけど、なんかもちろんその忙しいと無理という説もありつつ、私は長い小説はガチで徹夜するつもりで読むっていうのが本気の読み方なんですよ。これね、ちょっとやっぱ人生に疲れる日があるでしょう、人にはと思っていて、で人生に疲れたもう土曜日ってかできれば土曜日夜から日曜にかけて誰も会わない日を頑張って作り、そして土曜日の夜好きなお菓子を買い、さあ小説を読むぞっていうつもりで読み、では寝こけてもいいので日曜にかけて読むっていう、なんかちょっと徹夜するつもりで読む夜更かしコースっていうのが私はね、人生の幸せな瞬間を思い浮かべられるのでいいと思いますね。これなんでかっていうと、私の好きなその恩田陸さんっていう小説家の方がいて、なんかその方が小説以外っていうエッセイ集で書いてたんですよ。恩田さんはなんか生命保険かなんかの会社に入ってめっちゃ忙しかったと、ものすごく忙しかったと、でもなんか本とか読めなくなったと、それこそでそんな時になんか小説をこの週末は読むぞって決めて、なんかおにぎりとかを買い込んで坂の上の雲を読んだっていうなんかエッセイがあって、すごいですよね。でも私はなんかそれをこうすごいなんか覚えてて、で大学生とかさ、もうなんかやりたい放題してたので長い漫画をちょっともう夜更かしするつもりで漫画喫茶に行って読むとかやってて、でそのノリで小説なんかもう夜更かしするつもりで最初からなんかちょっとお菓子とか買っちゃったり紅茶とか買っちゃったりして読むっていうのをやってましたね。でもなんか確かに漫画喫茶の例えすごい分かりやすくて、なんかたまにいますもんね、その週末漫画喫茶1日でなんかナルトとかブリーチとか読むみたいな。漫画だとね、やっぱやりやすいですけどね。そうなんですよね。確かにその発想はなかったな。なんかちょっとこうでも夜になんていうか長編小説読むってちょっと良くないですか？確かになんかあれですよね、テスト勉強サボってる時に読むなんかミステリーとかが一番面白いみたいな、そういう感じを思い出します、ね。だしこう私は長い小説の快楽の一つってやっぱり浸ってる感だと思うんですよ。でなんかその日常生活の中で細切れに読もうとかやってるとやっぱりね読み進められなくてイライラするんです。でやっぱ本好きであればあるほど、吉田さんとかもそうだと思うんですけど、なんか隙間時間に読むことに慣れてるから、そうするとなんかねあまりに進まないとちょっとイラみたいな感覚があるんですよね。レイトショーを見に行くみたいなテンションで夜更かし小説の時間をある意味イベント的に作るっていうのがありなんじゃないかなって思いますね。いいですね。なんかその門田さんの買い込んでから読み始めるっていうのはすごい非日常感もそうイベント化しちゃうっていうのはありで、で3つ目はこれもちょっとさっきの話にイベント化しちゃうって話に近いんですけど、もうねガチで友達と読書会をするって決めるんですね。なんかね私はこれはいいなと思ったのが、その例えばこうもう1巻ごとになんか1ヶ月に1回友達と飲み会をするって設定しちゃって、とりあえずこの月までにこの1回読んでこようとか、大学生の時に私それやってたんですけど、長い小説のちょっとこうなんか長いものとかでなんかハードルが高いなっていうものを一旦この日に読みましょうみたいな話にして、で友達とある意味ご飯食べるっていう名目みたいなもんで、とりあえずこの小説をこの日までに読もうって友達と決めちゃうっていうのは、読書好きの友達がいたら一人ありだと思いますし、今だったら SNS でね、なんかわかんない、なんかこう風と共に去りぬを読みませんかの回とか多分ハッシュタグをつけたら一人ぐらい集まってくる気がするのでなんならこのコメント欄で募集してもいいですので、ミクシー2とかでなんならこのコメント欄をぜひ皆さんなんですかね、坂の上の雲を読みたい回とかね使っていただいてもいいですので、なんかそういうところで読書会、なんか友達と期日を決めるっていうのは
なんか一つありな気はしますね。確かにこれ実践しやすそうですね。これは別に長編小説に限らないですけど、なんか読みたいな、でも読まなきゃな、でもなみたいな時ってやっぱりこう期日がねなんかあった方がやりやすいし、まあまあ最悪読めなくても読めなかったわっていう話でやっぱり友達と盛り上がれるので、なんか読書会をやっちゃうっていうのは一つありな気はしちゃいます。やっぱり印象に残ってるのが前この YouTube でも知恵並木さんで、なんか毎週土曜日にこう読書会のイベントをやっててみたいな。なんかちょうど行った時期宮本恒一さんの忘れられた日本人っていう民族学の名著を一章ずつ読むみたいな。岩波文庫のね。で確かにこの難しいものとかなんか読もうと思ってるけど後回しにしてる名著みたいなのを、なんかみんなで集まって1週間とか1ヶ月で一章ごと読むってなんか一番ちょうどいいなみたいな思った記憶があるので。わかります。それをで言うと私人生で一番名作小説を読めていた時期こと大学院の時期っていうのが英文学のゼミで、なんか1週間に1回ゼミでなんかこうイギリス文学の一章を読んでくるっていうやつだったので、一章を読むには結局全部日本語を読んでくるんですよ。だからなんかそういう風に1週間に1冊読んでゼミで喋るみたいな、あれ一番いいペースだったなって人生で思い返すことがあって、なかなか1週間に1回だとハードル高いですけど、2ヶ月に1回という友達と集まる名目でね、なんか読書会とかあるとね、何がいいって次いつ集まるっていうのをサクッと友達に言えるっていうのがいいところだなと思って、なんか社会人になると集まる名目もなかったりするじゃないですか。半年かけてじゃあ坂の上の雲を読んだ体で会おうっていう風な約束をするっていうのもちょっと楽しいかなと思いますね。なんかそういうなんか読みづらいものをそれぞれこの次まで読んでくるからって言って、それぞれ別のものを読んで集まってきて話し合うとかもね、なんかいろいろできますし、ね、私この間人と本当にそれこそ私が読めてない長編小説ことスティーブン・キングのなんか最新作っていうのがこんな分厚い上下巻でなんか読まなきゃなーって面白いらしいなーって思いながらなーって思ってたんですけど、なんかその話で人と盛り上がって次に会うまでに読んできますって言われてじゃあ私も読みますみたいななんか友達で本好きの方とかいる方とかね、SNS でつながってる方とかはぜひやってみてほしいですね。なので最終的には3つ、脳内実写化を頑張る、週末時間を取って日々イベント的に夜更かししながら読む、読書会で読むっていうこの3パターンで一ついかがでしょうか。やってみようと思う。やったー。というわけでお悩み解決したのかどうなのかわかんないですけどというわけで皆さんには重大な話です。本に関するお悩みを募集します。やっぱ解決したい本の悩みなんだろうな、なんかこういうのってどうやったら読んだらいいですか、こういう本ってどうやって見つけたらいいですかとか、あと本の持ち歩きって重すぎませんかみたいなそういうねどうでもいい話題でもいいんですけど全然関係ない話なんですけど、雑談なんですけど、この間なんかバッグの中身紹介ってカバンの中身紹介っていうこうなんか動画を私が撮って、この間会った人からなんかあれすごい面白かったですって言われて、はあって言ったら、なんか三宅さんがめっちゃ軽いパソコンとかめっちゃ軽い充電器とかすごい軽さをなんか重視したなんか小物を持ち上げて、軽いんだよこれはっていうのを力説した最後に出てくるのがなんかめっちゃ重たいこんなトランプの本っていうオチが最高でしたって言われて、オチになってたんだっていう、私無意識だったのでマジで何のために軽くするかって言ったらこういうためにっていうね全然気づかなかったんですけど軽いパソコンを力説した後にこんなトランプの本出てきてめっちゃ笑いましたって言われて確かにみたいな気持ちになったっていう、本好きあるある、本のために軽いものを持ち歩くっていう感じで生きていますので、なんか本に関するお悩みをぜひコメント欄にください。よろしくお願いします。ぜひ随時 YouTube で答えていきますのでぜひよろしくお願いします。というわけでチャンネル登録といいねとコメントもよろしくお願いします。本のお悩み待ってます。では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 。